皆さん朝鮮学校って聞いたことありますよね。全国で70校ぐらいあるんですけれども、北朝鮮のことしか教えられてないみたいなイメージがあると思います。こちらに N さん、小中高合計12年間通われた方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目の質問としてはですね、朝鮮学校では何を学ぶのか。大きくは朝鮮民族といっても皆さん、想像している通り北朝鮮の方に偏ってはいるんですけど、文化と言葉を学びます。あとは日本語という授業が別にあります。朝鮮語って韓国人と話したら通じます？はい、全然通じると思います。方言くらいの違いしかないです。朝鮮学校でしかなさそうだな、みたいなご当地ルールみたいなのありましたか？高校に行くと、キム・イルソンとキム・ジョンイルの肖像画があるんですよ。昔は小学校からあったらしいんですけど、2000年代になってから拉致問題とかがあって、イメージが悪くなった時に、情報策として、小学校と中学校に関しては、肖像画を取っ払うっていうことをやって、今は高校の教室と病院室とか校長室とか、そういうところにまだ肖像画が残っている感じになっているんですけど、朝鮮学校に思想の自由はありますか？こそこそやってる限りでは自由かなっていう。先生にバレたり、いい子ちゃんの学生にバレたらものすごい怒られたり、クラスの中に真面目な学生が多かったら、はぶられると思うんですけど、自分の場合はバランスが良かったと思うんですよ。北朝鮮の思想に対して反対するようになった地点があったと思うんですけれども、それはいつからそのようなことを気づいたんですか？いろんな人はいるんですけど、友達によっては中学まで信じてた人もいますし、小学生の頃からおかしいだろみたいな。自分の場合は小学校6年生の時です。何があったんですか？一番大きいのは親友ですかね。自分は最初は学校側で教えられていた論理で話してたんですけど、いろいろ調べて総合的に見ると、偏ってるよねとは思いながら、朝鮮戦争のところが一番大きいんじゃないですかね。アメリカの後ろ盾を受けた韓国が先に侵攻してきたから防衛戦争として北側が、反撃したっていうことになってるんですけど、実際見てみると、韓国側は、アメリカは撤収していましたし、貧弱だったじゃないですか。なので、小競り合いはあったにしても、韓国側から全面侵攻できるような、能力はなかったはずですし、逆に北朝鮮の方は、ソ連や中国も後ろ盾があって、戦車もたくさん配備されていたので、もし韓国側から、仕掛けてきたとしても、反撃すると言って、ソウルとか釜山まで降りていくのは違うじゃないですか。そういう面でおかしいなっていうのがありました。僕は韓国話で韓国の歴史を学んだんですけれども、北朝鮮が夜中に攻撃したきたみたいな記述がされていて、おそらく北朝鮮では反対だろうなと思いながら聞いたんですけども、そうなんですね。次の質問としては、じゃあ日本についてどう教えられたか、日本嫌いな人を養成させる学校だみたいな批判もあったりすると思っております。これは韓国の歴史を共有していると思っていて、語彙は北の方が過激なんじゃないかなと思うんですけど、日本の植民地時代の時の、帝国国家の宗主国としての、加害っていう、そこについて持っているところはあるかもしれません。語彙が過激な部分はあるかもしれませんけど、習いましたね。昔の歴史をずっと今まで引きずっていて、じゃあ日本は良くないよねみたいな形が続いているイメージですか？昔と変わっていないみたいな感じの言い方はされてたような気はしますけど、感情的なものはあんまりなかったんじゃないかなっていう印象です。朝鮮学校で日本が嫌いだっていう生徒は、割合で言うとどれくらいいたイメージですか？ただ日本の文化普通に楽しんでましたし、歴史とか政治と文化は別という考え方はされてたと思います。歴史的にはその時代のこととか、あんまり反省しているように見えないというところでは批判的でしたけど、だからといって、感情的に日本人が嫌いだとか、日本の文化は嫌だとか、そういうものはなかったです。次は韓国なんですけれども、どのような教育がされているの？韓国は一言で言うとアメリカの傀儡として扱われていて、あと、情勢が最近変わったじゃないですか。もう統一、完全に敵対的な二国家であるという感じで扱われているんですが、今は。自分が朝鮮学校をやってた時は、そうじゃなかったんで、いつかは、同じ民族として統一すべき存在、同じ民族で
あるし、いつかは韓国と北朝鮮は統一するという前提のもとで、話されてたんですけど、アメリカの支配を出して自主的にやらなければないのではないかみたいな。韓国は敵に近い存在なのか、仲間に近い存在なのか。政府に関しては敵に近い存在ですけど、民族としては統一しなきゃいけない。N さんは今日本と韓国、北朝鮮に対して、それぞれどういうイメージ持っていますか？日本は自分が生まれた国という考えで、韓国は自分の先祖が生まれた国。北朝鮮は同じ民族が暮らしている国という認識です。歴史的な脈絡と絡めて考えると、日本は、過去は帝国主義的な考えに支配されていて、アジアの国々を植民地に支配したような過去があるけど、本来は平和憲法ができて、もうその過去とは決裂した平和国家として組んでいるはずだと思っていて難しいです。あなたの出身はどこですかって聞かれたらどのように答えていますか？あんまり深く答えないときは生まれた日本の地名を話すんですけど、深い質問で言うと、韓国の地名を答えるかもしれません。今国籍としては韓国籍ですか？今は韓国籍持ってます。生まれた時は朝鮮籍というものを持ってたんですけど、朝鮮籍じゃないですけど、朝鮮籍は朝鮮半島出身者という意味の実質的には無国籍という形が。その親世代は朝鮮籍だったっていうイメージで合っていますか？そうですね。最初はみんな朝鮮籍だったんですけど、朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国がという2つの政府ができてしまうことで、韓国人と名乗りたい人は韓国籍に変えて、国籍を変えるのがめんどくさくったり、北朝鮮側を支持してたり、文旦自体を認めていない人は朝鮮籍としてそのまま残ったんですけど、現実的に無国籍っていうのは日本に住んでいる限りでは問題ないんですけど、海外に行ったりするときには問題になったりするんで、そういう理由で韓国籍に変える人たちが最近は多いです。ありがとうございます。N さんはどういった将来を考えているのか気になりました。日本の社会を、メインに活動していると思うんですけど、朝鮮半島とも関わりたいなとか思ってます。今は北朝鮮と日本の国交は正常化されてないんで、韓国はメインになるとは思うんですけど、韓国と日本をつなぐような仕事がしたいです。最後なんですけれども、朝鮮学校に対して良かったところも、良くなかったなと思うところもいろいろな感情があると思うんですけれども、これ見てる方々に、朝鮮学校のこういうとこ知られてほしいな、こういう自分の気持ちが知られてほしいな、みたいなところあったらぜひ伝えてください。よくある誤解として、朝鮮学校はスパイ養成学校だとか、朝鮮学校と北朝鮮の学校は一緒なんじゃないかって思われるとは思うんですけど、あくまでも北朝鮮の影響を受けてしまっているだけで、全くイコールではないということですかね。在日コリアン自体が多様な人が集まっているので、あと最近はもう在日コリアンの中でも朝鮮学校に通っている人は少数派だと思うので、この少数派の中にも多様な人たちがいるっていうのを、僕も今までの話を聞いて、やはりそうだなと思ったのが、別のコリアンの動画出したことあるんですけども、日本の中にも日本が好きな人、韓国が好きな人、北朝鮮が好きな人、どっちも好きではない人、韓国人なのに韓国喋れずみたいな形で、いろんな方がいるかなというふうに思っていて、その複雑さっていうところを、この朝鮮学校に対しても同じくお伝えしたかなというふうに思っております。で、N さんは朝鮮学校で卒業されて、朝鮮学校良い面も、悪い面もたくさん見られていて、今日ここで、お時間いただいて、皆さんにこういった情報を伝えたいというところで、N さんありがとうございました。以上、パックンでした。